こんにちは、こんばんは、はるです。軽バンを DIY して車中泊仕様、軽キャンを作っている動画になります。過去の DIY の様子もすべて再生リストにまとめてますので、まだご覧になってない方はぜひチャンネル登録をして最初からご覧になってください。今回の DIY はテーブルを作っていきます。テーブルは車内でも使用できて、外に出しても使用できる 2way スタイルで作っていきます。それでは早速 DIY の様子をご覧ください。よろしくお願いします。まずはホームセンターに行ってテーブルに使う板と足を買ってきました。Amazon でも販売されていたのですが、ホームセンターでも安かったので、ホームセンターで購入しました。テーブル用の板は使用する長さにホームセンターでカットして持ってきてます。足の高さは36センチのものを購入しました。テーブルの DIY と同様にテーブルを収納するスペースも作っていきます。上部収納の下側にテーブルを収納するスペースを作っていこうと思ってます。まずは電動サンダーで表面を滑らかにしたり、角を取ったりしていきます。次に足を取り付けていきます。4箇所のテーブルの足の位置が決まったら、ネジ穴に印をつけていきます。テーブルの足はなるべくハの字にすればするほど倒れにくくなります。僕も後から修正はしていますが、この時はテーブルを壁にくっつけたかったので、足が当たらないようになるべくまっすぐに取り付けました。印をつけたネジ穴の部分に下穴を開けていきます。次に下穴を開けた場所にテーブルの足をビスで固定していきます。テーブルの足の取り付けが完了しました。次にテーブルにニス塗りをしていきます。ニスの色はウォールナットを塗っていきます。ニス塗りが終わりました。乾くのを待ちます。次にこの完成したテーブルを収納するスペースを作っていきたいと思います。こちらの上部収納の下の方にテーブルを収納するスペースを作っていきます。テーブルの収納にはこちらを使っていきます。ダイソーで購入したネットを2つ使います。あとネットを固定する D リングというものを Amazon で購入しました。D リングの URL は説明欄に添付しておきますので、後で確認してみてください。
作業がしやすいように一旦上部収納を取り外すことにしました。D リングを取り付ける映像が撮れてなかったです。ですが、この映像を見れば簡単にわかるかと思います。今、左右に2箇所のネットが貼られているかと思います。これと同じネットを真ん中につけて完成となります。次にテーブルを外でも使えるようにしていきます。ホームセンターに行って必要なものを購入してきました。まずは床の下側のバックドア側に根太を1本入れていきます。根太をはめたらカーペットを一旦めくってビス止めしていきます。次に足取り付けプレートというものをホームセンターで購入してきました。こちらはテーブルに取り付けます。次にハンガーボルトというものを外のテーブル用の足に取り付けていきます。ホームセンターで購入してきた丸棒をそのままテーブルの足として使用します。ハンガーボルトを丸棒に取り付けて、先ほどの足取り付けプレートをテーブルに取り付ければ、こちらの丸棒を足としてテーブルに取り付けることが可能になります。ハンガーボルトを丸棒に取り付けるために、まずは丸棒に穴を開けていきます。まっすぐ穴を開けないといけないので、慎重に丁寧に穴を開けていきます。いい感じの深さの穴が開いたので、ハンガーボルトをねじ込んでいきます。ハンガーボルトをある程度穴に入れることができたら、あとはボルトを2つ通して、ボルトを固定させてから、ボルトと一緒に締めていきます。次にテーブルの裏側に足取り付けプレートを取り付けていきます。かと思うけど、はみ出てないよね。足取り付けプレートをテーブルの裏面に取り付けることができました。試しに外用の足を取り付けてみます。ハンガーボルトで取り付けていきます。外用の足もいい感じに取り付けができるようになりました。次にテーブルを設置する場所へ仮でテーブルを置いてみます。テーブルの位置が決まったので金具を取り付けていきます。壁掛け金具を取り付けました。次にテーブルを実際に設置して水平を測りながら外用のテーブルの足をカットしていきます。1回目はわざと少し長めに切りました。実際に設置してから水平器を使って正確に高さを出していきます。きれいに水平を取ることができました。あとは足を塗装すれば完成となります。次に足の部分を艶消しブラックで塗装します。次に足を収納するスペースを作っていきます。ダイソーで購入したほうきやモップの収納スペースを作るグッズを購入してきました。足の部分の塗装や足の部分の収納スペースを設置する撮影ができていませんでした。
ということで、完成した状態をご覧ください。こちらは数ヶ月後の車両がすべて完成した状態の動画となっています。完成したテーブルをご覧ください。テーブルはバックドア付近の上部に収納されています。ダイソーで購入した自転車用のネットを3個使って上部に収納しています。真ん中の2箇所を外すと簡単にテーブルが取り出せます。テーブルは車の外からでも中からでも取り出すことができます。黒のネットで見た目も良くて気に入っています。テーブルを取り出しました。外用のテーブルの足は左側の側面に収納しています。テーブルの足を簡単に取り出すことができます。テーブルの足は艶消しブラックで塗装しました。外用の足をテーブルに取り付けていきます。こちらはテーブルの両サイドに取り付ける小さいカウンターになります。DIY の様子は映っていませんが、テーブルと同じ要領で作りました。長板を利用して折りたたみ式の足を作りました。足の底にはゴムを取り付けて車両が傷つかないようにしています。2、3分あればすぐにテーブルと椅子を取り出して外で食事をしたり、コーヒーを飲んだりバーベキューをすることができるようになりました。準備も片付けも簡単にできるのでとても気に入っています。遠くから見たらこんな感じです。次に車内の様子をご覧ください。車内でテーブルを使うとこんな感じになっています。前回の動画で紹介したドリンクホルダーとテーブルを同じ高さにしているのでドッキングさせることができてとても便利です。食事をするときやパソコン作業をするときにも快適な使いやすいテーブルになっています。さらにバックドアに取り付けた折りたたみ式のテーブルとも高さを揃えているのでくっつけて使用することができます。広いスペースで料理を作りたいときなどにとても便利です。ということで今回は車内でも外でも使えるテーブルの DIY の様子をお送りしました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。今回はこれで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。